今回紹介する車はこれだぜ。おお、80年代っぽい雰囲気ね。なんだか速そうなスポーツカーね。どこのメーカーの車かしら？タルボマトラ、ムレーナっていう車さ。呪文ですか？フランスのマトラ社が開発した3人乗りのスポーツカーだぜ。リアシート付きってことかしら？いざという時やっぱり便利よね。いや、横並びに3人座るんだ。わーお。ただ一見ユニークでもなかなか理にかなってて、知れば知るほど面白い車なんだ。まさかの横並び3人乗りのスポーツカー。これは変態の香りしかしないわ。ということで、この回では、疑惑の魅惑のフランス車、タルボマトラ、ムレーナを解説していくぜ。はい、よろしくお願いします。このチャンネルでは、世間からはあまり注目されない、マニアックな車を中心に紹介していこうと思うんだ。ぜひチャンネル登録、よろしくお願いします。いきなりだけど、タルボ、それにマトラって聞いても、ピンとこないだろ？ちょっと関係がややこしいんだ。全然わからないわ。一体それぞれ、どんなメーカーなのかしら？まずは手動で動いていた、マトラについて簡単に解説するぜ。マトラは、もともとは兵器産業がルーツで、航空機部品とかミサイルとか、軍事関連を手掛けてた会社なんだ。まさかのミサイル会社。車なんて作ってる場合じゃなくない？そこで本業の一方で、他社にボディ用の FRP を卸していたのをきっかけに、自動車部門に参入して、スポーツカー開発に乗り出したんだ。ミサイルの次はスポーツカーって、発想が直球すぎないかしら？そして1964年、オトモビル、ルネボネを吸収して、マトラボネからマトラスポールとなり、本格的に動き出したのが始まりなんだ。その後は F1 に F2、ルマン24時間にも参戦し、特に1972年から74年は、ルマン3連覇っていう偉業も成し遂げたのさ。すごすぎる。やっぱり航空技術で培った力なのかしら。マトラは当初、オトモビル、ルネボネが吸収前に細々と作っていたミッドシップスポーツカーを改良して、マトラジェットとして生産していたんだ。ただスポーツカーとしてはピュアすぎというか、レーシーでスパルタンすぎていて、市場はかなり限られていたのさ。そこでマトラは、リアシートを設けた2プラス2のスペシャリティカーをラインナップに加えて、新たなる客層を取り込もうと考えたんだ。そして1967年、M530 という車を作り上げたぜ。これまた個性的な車ね。エンジンはフォード製の V 型4気筒をミッドシップに搭載。しかもタルガトップ風のルーフ構造で、実用性とスタイルを両立していたぜ。マトラとしては、この M530 の販売利益で、レース活動の赤字を補填しようと考えてたんだ。ただ個性的な見た目も災いして販売は低調、当初計画された生産台数の 20% に過ぎなかったのさ。赤字はますます膨らんでいき、ついにはシムカの親会社、クライスラーフランスに販売権を譲渡するぜ。当然だけど、クライスラーがフォード製エンジンの車を販売できるはずがなく、代わりのエンジンもなかったから、1973年には生産を終了したのさ。デザインも構造も斬新だったのに、狙った層に受けなかったのね。そんな M530 の反省を生かして登場したのが、次世代モデル、マトラシムカ、バゲーラなんだ。このバゲーラで初めて、横並びの3人乗りのパッケージングが採用されたのさ。でもどうして3人乗りなんていう着想を思いついたのかしら？これはな、開発責任者のフィリップ・ゲドン氏の考えで、日常的に4人が乗ることは少ないから、3人乗りでこと足りると判断したみたいだな。そうかしら。パワートレーンは、クライスラー傘下のシムカ製 1.4 リットルエンジンを使用して、構造は M530 と同じく、ミッドシップに FRP ボディだ。1973年から1980年までに、47000台近くが生産されて、マトラとしてはかなりのヒット作になったぜ。3人が横並びのスポーツカーって、冷静に考えると変だけど、なんか楽しそうかもしれないわね。横並びの3人乗りは、他にもあることはあるぞ。横並びとは言い難いんだけど、マクラーレン F1 なんかも一応3人乗りで有名だぜ。こんなスーパーカーでも利便性を考えたのかしら？いや、この場合はコーナーでの解答性に、重量配分を考慮した結果だな。しかも真ん中の席が運転席になるから、むしろ利便性は悪化してると思うぞ。目的が完全に違うわね。あとバゲーラは、錆による腐食問題が指摘されたんだ。ボディが錆びちゃうってことかしら？いや、マトラ社は FRP 製のボディパネルを使ってたから、外装は基本的に錆びないんだ。ただその下のスペースフレームが高性で、錆止め処理が甘くて腐食しやすかったのさ。だから次期モデルでは、この腐食問題の解決が絶対条件の上で進められたんだ。そこでマトラは、次期型モデルのフレームを、亜鉛メッキでコートすることにしたんだ。これは当時、量産車初の試みだったんだぜ。そして1980年に登場するのが、タルボマトラ、ムレーナさ。おう。
ようやく登場なのね。あ、ちゃっかりシムカからタルボに変わってるわ。ああ、これはシムカの親会社だったクライスラーが、赤字続きだった欧州事業をプジョーに売却したんだ。それまでのクライスラー系の製品にリバッチするために、イギリス由来のタルボブランドが復活したのさ。そこでマトラは、タルボブランドでムレーナを送り出したんだ。複雑。バゲーラの後継として生まれたムレーナは、外観デザインも一新されて、より現代的なウェッジシェイプのシャープなスタイルが特徴になったぜ。ちなみに、CD 値は 0.328 って記録があって、これは当時のスポーツカーとしては相当優秀な数値だな。そして最大の特徴の、3人横並びのキャビンレイアウトはそのまま踏襲されたぜ。やっぱりそこは譲らなかったのね。ああ、マトラらしさを貫くって意味では、この3人掛けシートは象徴みたいなものだったんだろうな。パワートレインは、シムカ製 1.6 リットルエンジンで、後に上位グレードとして 2.2 リットルエンジンモデルも追加されたんだ。さらに 2.2 リットルモデルにはパフォーマンスバージョンもあって、最終生産者はこの仕様の、ムレーナ S として販売されたぜ。さらに V6 エンジンを搭載する予定もあったけど、結局出ることはなかったな。わかってるわ。どうせ例のショックでしょ。ムレーナは、ただ単にバゲーラのモデルチェンジ版ではなく、グループ内の有用部品を増やすことで、生産合理性も上げた、まさに集大成的モデルだったのさ。形だけじゃなくて、中身もしっかりアップデートされたのね。ムレーナが登場した1980年代初頭は、スポーツカー市場がかなり冷え込んでた時期なんだ。例のショックの影響でな。なんとかショックね。そこでマトラは生き残りのために、新しい収益源を探してたのさ。そこでさっきも登場したフィリップ・ゲドン氏が、多目的レジャーカーの構想を立てるんだ。彼が考えたのは、快適な乗用車と多用途なバンの融合、つまりミニバンのことさ。それってつまり、マトラ社がミニバンを生み出したとも言えるのよね。すごすぎるわ。ああ、でもその頃の親会社、PSA は自社ブランドの展開で手一杯で、マトラの構想には乗り気じゃなかったんだ。そこでマトラは、PSA の将来性に見切りをつけて、なんと、ライバルであるルノーの門を叩くのさ。まさかのくら替えってこと？ああ、そこでルノーは、同社のフエゴや、A310 の競合であるムレーナの生産を終えることを条件に、提携を合意したんだ。この時マトラは、ムレーナ用に16バルブエンジンを開発し、ブレーキ冷却、空力のための改良中だったけど、エスパス生産のためにムレーナの生産を終了したんだ。ムレーナは、たった3年間で生産を終え、総生産台数は1680台だったぜ。先代に比べたら短すぎるわね。そうしてムレーナの生産工場は、ルノーエスパスの専用ラインへ改装され、タルボブランドは終焉を迎えたんだ。でもさ、ミニバンって今じゃ大成功ジャンルだし、結果的には正しかったのかな？それは確かに賢明な判断だったかもしれないな。けど、それはマトラのアイデンティティ、スポーツカー魂と引き換えでもあったんだ。車好きからすると、その魂の方が大事だった気もするわ。ムレーナは未来のために犠牲になったんだ。華やかな歴史を終えたのさ。車ニアック。さて、この車を日本で買うことはできるのかしら？結論から言うと、本気で探せば可能かもしれないぜ。インターネットで調べても、何台かは数年のうちに販売されていた感じだったぜ。おお、日本にも生息しているのね。素直に嬉しいわ。おそらく4、5台は日本にあるんじゃないかな。しかもあの貴重な最終型、ムレーナ S まであって驚きだぜ。480台しか生産されなかった超希少モデルだからな。つくづく思うけど、日本って結構すごい国よね。ウプ主は突然街中でこの車に遭遇したらしく、さすがに驚いたそうだぜ。しかも同乗者が真ん中のシートにいたらしいんだ。オーナーがどういう使い分けをするのか、正直気になるよな。バゲーラ、ムレーナ乗りのあるある話、聞いてみたいわよね。もしオーナーだったり、乗ってたなんて人がいたら、ぜひコメントしてくれよな。さて、ムレーナの物語を辿ってきたけど、いかがだったかな？ムレーナはすごく売れたわけじゃないけど、とんでもない存在だったことは分かったわ。3人横並びっていう発想からして、型破りもいいところだもんね。マトラは、本国フランスでも、型破りな車を作るメーカーっていうイメージが定着していたんだ。その後の破天荒っぷりも健全で、エスパスに F1 のエンジンをぶち込んだりもしているぜ。ミニバンに F1 のエンジン、正気の沙汰とは思えないわ。本当に作ったんだ。当時のウィリアムズ F1 の V10 エンジンを積んで、0-100加速は 2.8 秒、最高速は312キロだったぜ。世界一速い送り迎えが可能ってことね。常識ぶち壊しの発想。これがマトラの真骨頂なんだ。スポーツカーからは身を引いたけど、常識の逆張りで突き進む姿勢は変わらなかったんだぜ。それってある意味で、ムレーナやバゲーラの精神を、ちゃんと受け継いでたってことかもね。形は変われど、独創性という遺伝子は生きてたのかもな。でもな、2003年にマトラはついに、自動車製造から完全撤退を発表するんだ。そこまで来て。
終わっちゃうんだ。だけど、残されたムレイナやバゲイラ、M530 たちは、今も世界中の熱狂的なファンの手で守られてるぜ。そう思うと、マトラって奇抜な夢を、本気で形にしてたメーカーだったんだね。突き抜けた哲学とユーモアが、一台一台に詰まってたのさ。たとえ短命でも、強烈に記憶に残る存在って、いいな。これから先も、そういう車がちゃんと評価される世界であってほしいよな。次はどんな型破りが現れるのか、楽しみだわ。ということで、今回は、タルボマトラ、ムレイナについて解説してみたぜ。最後まで見てくれてありがとうな。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。